これでわかるフリーダ・カーロ。メキシコの画家、つながった眉毛が有名ですね。自画像よりも本物の方が美しいことが写真からわかります。フリーダの作品は彼女自身の出来事や感情を率直に表していて、見るのに少し勇気がいるかもしれません。さて、どんな人だったのでしょう。フリーダの生涯を覗いてみましょう。1907年、メキシコシティに生まれる。4人姉妹の3番目でした。父はカメラマン。ドイツ人で19歳の時メキシコへ移りました。フリーダとはドイツ語で平和という意味だそうです。母はスペインとインディオの血を引くハーフ。伝統を重んじるタイプで敬虔なクリスチャンでした。子供たちを毎日教会へ連れて行きました。ちなみに父は無神論者です。フリーダは父が大好きでした。父はゲーテやシラーなどのドイツの作家やニーチェなどの哲学の本を好んでいました。フリーダは幼い頃から父に、哲学は人間を用心深くし、人間が自分の責任を引き受けるための手助けになると教えてもらっていたそうです。フリーダは元気で活発な子だったのですが、6歳の時、小児麻痺にかかり、9ヶ月もの間ベッドを離れることができませんでした。リハビリを頑張ったものの、右足は萎縮したままで引きずって歩いていたため、近所の子供たちから棒足フリーダと呼ばれました。1910年から1917年の間、メキシコ革命でスペイン支配からメキシコを取り戻す戦いがありました。土地や自由を得るための戦いです。それにより独裁政治を行っていたディアスの時代が終わります。それまで押し付けられていたヨーロッパの影響を排除し、本来メキシコが持っていたインディオ文化である手仕事や伝統的な衣装や料理が復活しました。ただ、フリーダの父は写真館をしていて、政府からの仕事も入っていたのですが、政権が変わったことで仕事がなくなっていきます。生活は苦しくなり、フリーダも働いて家計を支えました。そのうちの一つで、父の友人の広告版画家フェルナンドの事務所で働いた時、フリーダは彼からデッサンを教えてもらいました。その時、フェルナンドは彼女の才能に驚いたとか。ちなみにデッサンではありませんが、こちらがフリーダの最初のペインティングです。1922年、当時メキシコで最高の教育機関だった国立旅客高等学校に入学。フリーダは医者になることを目指していました。カチュチャスというグループに入ります。みんなで図書館にたむろし、社会主義、ロマン主義、ナショナリズムをまとわせたイデオロギーを作って議論したり、詩や文学に熱中していました。リーダはそのグループのリーダーであるアレハンドロと恋に落ちます。ただ、そんな楽しい毎日は長く続きませんでした。1925年、交通事故。アレハンドロと一緒に乗っていたバスで事故が起きました。バスが路面電車と衝突。バスの手すりがフリーダを貫き、脊椎や骨盤を砕いたのです。フリーダはとてつもない痛みに耐え、並外れた生命力によって一命を取り留めました。アレハンドロも傷を負っていたため家から出られない状況で、フリーダがいる病院に行けませんでした。フリーダは1ヶ月後退院しますが、石膏のコルセットで固定された状態でベッドからは出られませんでした。アレハンドロは一度しか姿を見せませんでした。フリーダは手紙に早く来てちょうだいと書きます。母が寝たきりになってしまったフリーダに天蓋付きのベッドを買い、それに鏡を縫い付けました。そしてその鏡を見てフリーダは自画像を描くようになりました。こちらの自画像はアレハンドロに送るための作品でした。ですがアレハンドロの家族は彼をフリーダから引き離そうと考え、彼をドイツへ送り出してしまったのです。フリーダは自身の体の状態から医者になることを諦め、画家として生活していくことを考えるようになります。ベッドから出られるようになってからも絵を描き続けました。そしてメキシコ壁画運動の三大壁画画家の一人、ディエゴ・リベラに4枚の絵を持って会いに行きます。彼は当時40歳を超え150キロもある大きな人。彼が壁画を描いているところ、フリーダが呼び、絵を見せ感想を聞きます。ディエゴは、基本に忠実だけど際立った個性を持つ作品だ、と言いました。フリーダは、お世辞を言ってもらいたくて来たんじゃありません。真面目に批判してくれる人の意見が欲しいんです。生活をしていくために仕事が必要なんです。と言いました。それから絵を通して2人の交際が始まりました。
ディエゴはその時結婚していましたが、離婚してフリーダと婚約します。ちなみに彼はモジリアーニと仲が良く、こちらの作品はモジリアーニが描いたディエゴです。ディエゴは女好きで有名でした。イケメンではないけどモテモテでした。フリーダ21歳の時、ディエゴと結婚します。フリーダはディエゴを尊敬していました。壁画は革命的使命を帯びた重要なものだから、夫は本物の画家であり、自分の絵は革命的ではないと嘆いていたとか。フリーダは自分のルーツであるメキシコ文化を誇りに思い、テワナという民族衣装を身につけていましたが、どうやらそれはディエゴの好みだったというのも大きいそうです。ディエゴがメキシコ南部を旅行した時、その地の女性たちの独立心が強く、誇り高い美しさに心を打たれ、その思い出を繰り返し語っていたからとか。こちらの絵をご覧ください。ハチドリの絵。ハチドリは愛の使者。好きな人と結ばれるというメキシコの伝えがあるそうです。ちょっと首が痛そうですが。その後、フリーダ妊娠します。子供を欲しいと思いますが、事故で損傷してしまった体が心配で中絶を決意します。ディエゴの仕事でサンフランシスコ、ニューヨーク、デトロイトと移り住みます。フリーダはメキシコに帰りたいと思いながらもついていきました。また妊娠します。その時アメリカの医師に帝王切開でなら埋めると言われ、期待するも流産しました。こちらがその時の作品、ヘンリー・フォード病院。1933年、ニューヨーク・マンハッタンにあるロックフェラーセンターの壁画の装飾をディエゴが依頼されます。ジョン・ディ・ロックフェラーは下絵を見て承認しました。壁画の片側にはウォール街のビジネスマン、失業者、デモ参加者。反対側には労働者、農民、兵士、教師、母親がより良い未来を作り上げるために団結する空想社会が描かれました。それで止まればよかったのですが、ディエゴはロックフェラーに無断で組合活動家の顔をレーニンの顔に書き換えてしまいました。書き直すように言われるも断り、その仕事はキャンセルされ、壁画は壊されてしまいました。フリーダの妹クリスティーナが夫と別れ、2人の子供を連れてフリーダの元で暮らすようになりました。そしてディエゴがクリスティーナと恋愛。女好きのディエゴ、フリーダは他の女性は許せても妹は無理でした。そして別居します。こちらの絵、タイトルはちょっとした差しキス。軽い気持ちだったとしてもフリーダのキスは大きいという表現のように見えます。ちなみにその年アメリカでフリーダは彫刻家イサム・ノグチと恋愛します。ディエゴは自分は自由にしてきましたが、フリーダの浮気は許せず、ピストルを片手にフリーダの部屋に乗り込んできたとか、そしてイサム・ノグチと別れます。1936年、スペイン内戦に伴い、フリーダは共和主義のための国外委員会のメンバーになりました。翌年、亡命中の政治家であり革命家のレフ・トロツキー夫妻を青い家に迎えました。ディエゴは大統領から政治活動をしないという条件付きでトロツキー夫妻の亡命許可を得ました。ちなみにフリーダが育ったこの青い家は抵当に入っていましたが、ディエゴが買い戻していました。トロツキーはスペイン語が話せなかったので、フリーダが通訳とガイドをしました。二人はだんだん惹かれ合い、本の間にラブレターを入れ、本の貸し借りをして会う約束を取っていました。ですが半年後、フリーダはトロツキーに飽きます。捨てないでくれとトロツキーは手紙を書きまくりました。その後、トロツキーはソ連のスパイ、ラモン・メルカデルにより暗殺されてしまいます。フリーダもパリでメルカデルに会っていたことにより、一味ではないかと疑われ尋問を受けました。1938年、詩人アンドレ・ブルトンがメキシコに来て、フリーダの絵にシュールリアリズムだと感動します。シュールリアリズムとは夢や無意識の世界を表現することを目指し、現実と非現実の境界を曖昧にするのが特徴ですが、フリーダは夢や幻想なんて書いていない、現実に起こったことを書いているのよと言います。そしてニューヨークとパリで個展をします。フリーダ32歳の時離婚。ディエゴからでした。フリーダはあまりにも愛しているのでこれ以上苦しめたくなかった。私たちは愛し合っていた。ただ私は欲望の赴くままに別の女性たちとも自由に付き合いたかったのだと言っていたとか。こちらの作品をご覧ください。二人のフリーダ。ビクトリア朝の服を着ている左側はもはやディエゴから愛されていない自分。干からびた心臓、静脈を切ろうとしています。
右側はディエゴに愛されていた自分、メキシコの衣装を着た元気な心臓、2つの分裂した心を表していますね。と思ったら1年後再婚、またディエゴからでした。フリーダは性交渉を持たないという条件で受け入れます。2人は男女を超えた関係として一緒に暮らします。フリーダは体の痛みがどんどんひどくなり、手術を繰り返します。ちなみに彼女が受けた手術は生涯33回だそうです。46歳の時、初めてメキシコで個展をします。フリーダは横になったまま接客しました。その後、右足の切断手術を行いました。そして47歳でこの世を去る。亡くなる10日前に車椅子で共産党のデモに参加して肺炎を悪化させました。日記の最後の言葉、出口の楽しからんことを、そして二度とここには戻りませんように。肺塞栓症で亡くなったと発表がありましたが、自殺説もあります。看護師の証言によれば、7錠が定量の睡眠薬がその朝数えると11錠足りなかったとか。自殺か否かはわかりませんが、モルヒネもだんだん効かなくなり、極限の痛みに耐えながら、こちらの作品を書きました。ビバラビタ、生命万歳。とても力強い生命力を感じます。潔さというか、後悔はないような印象を受けます。ディエゴは悲しみに暮れ、火葬場でフリーダの位牌を手につかみ、それを飲み込んだそうです。そして青い家を国家に寄贈した後、3年後に彼もまたこの世を去りました。まっすぐに自分を表現している彼女の眼差し。こちらも嘘やごまかしなどできなくなるような気がします。おそらく弱気になったこともたくさんあったのではないかと思いますが、強く死と向き合いながら生きてきたフリーダ。民族衣装の鮮やかな色彩に包まれることは、そこから立ち上がる力をくれていたのかもしれないと勝手に想像します。では最後にフリーダ・カーロの他の作品を見ながらお別れいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。